日本史興行の最後、親の敵は核撃つぞと叫び、将軍源実朝の首を抱えたまま、興行は鶴岡八幡宮から姿を消すと、三浦義村邸に向かった。興行の最後を詳しく見ていこう。1219年承久元年1月27日の午後9時ごろ、興行は4人の僧侶と共に将軍源実朝に襲いかかった。興行は実朝の着物の裾を踏みつけて動けなくした上で実朝に切りかかっている。実朝が倒れるととどめを刺してその場で首を落とした。興行は片手で実朝の子宮を高く掲げると、大声で親の敵は核撃つぞと叫んだという。ところで最近までは犯行現場は吾妻鏡の記述通り鶴岡八幡宮の石段で、興行は大銀杏に身を潜めていたとされていた。ところが研究が進んだ結果、百連勝などに書かれている社殿の中での犯行であったという説が有力となってきている。さらに興行には3人もしくは4人の僧侶が加勢しており、実朝と共に太刀持ちをしていた源仲章をその場で切り殺している。興行は北条義時を殺害するつもりであったが、誤って源仲章を殺害したとされているが、この点も謎に包まれている。社殿の中での犯行のため、控えていた多くの武装兵士たちは全く気づくことはなかった。もし従来通りに目立つ石段の途中での犯行であれば、そうやすやすとは2人の人間が殺害されてはいないであろう。実朝暗殺事件は興行の単独犯説以外に、黒幕が北条義時であるとか三浦義村であるなど、様々に現在でも論じられている。どの説も確証が乏しいために論戦は今も続いている。そのため現在分かっている資料に基づいていろいろと想像してみるのも一興かもしれない。そのためここでは現在までに判明している事件のあらましと興行の犯行後の行動を見ていきたい。興行は犯行後、実朝の首を大事そうに抱えると、鶴岡八幡宮の裏手にあるおやつに逃げ込んでいる。おやつは鶴岡25坊という僧侶の宿坊が集中している寺町である。おやつは南谷、東谷、北谷の3つに分かれている。追っ手の武士たちは南谷から捜査を開始したが、興行は見当たらなかった。鶴岡八幡宮の別当である興行はその時すでに北谷の備中阿闍梨の坊に逃れていた。興行は阿闍梨の坊から三浦義村に、将軍がいなくなった今こそ私が関東の主である。早急に迎えをよこせと使者を送っている。その後興行は安心したのか、その場で夜食をとっている。興行は大事そうに実朝の首をそばに引き寄せて食事をしたという。ところが三浦義村の迎えはなかなかやってこなかった。この時義村は北条義時と興行の処置をどのようにするのかを相談していたと言われている。ではなぜ乳母の三浦義村に興行は誅殺されたのだろうか。三浦義村は興行と共謀して実朝と北条義時を
同時に殺害しようとしたが、義時に逃げられたために作戦を変更したのだろうか。それとも最初から北条義時と示し合わせて源実朝、源仲章、そして公暁を抹殺しようと計画していたのだろうか。剣謀術数に長けた三浦義村なら十分あり得る話だが、真偽のほどは不明である。公暁は義村が迎えをよこさないのにしびれを切らして義村邸へ向かった。八幡宮の裏手の大神山に登った時、三浦氏の兵士が公暁に追いつき襲いかかった。公暁は兵士たちを振り払いながらなおも義村邸へ向かい、やがて到着する。公暁は義村邸の板塀を乗り越えようとした時、雑賀次郎に抱きすくめられて長尾貞景に首をかき取られている。この時公暁はまだ20歳の若さであった。公暁の子宮は三浦義村によって早速北条義時邸に運ばれ、義時が自ら実験している。ところが不思議なことに、吾妻鏡にはこの時一緒に見聞した北条泰時が本物かどうか疑わしいと発言したと記録されているのである。この源実朝暗殺事件は公暁の単独犯行か、それとも黒幕が存在したのか。公暁はなぜ犯行後に三浦義村邸を目指したのか。また三浦義村はなぜ公暁を誅殺したのか。そして公暁の子宮は本物だったのかなど、実朝暗殺事件は数多くの謎に包まれている。ただ明らかとなっていることは、公暁の共犯とされた僧侶4名は鶴岡八幡宮を追放はされたが、それ以上の罪は免れていること。そしてその僧侶4名のうちの3名は北条氏の紹介で鶴岡八幡宮の僧侶になっていたことである。三浦義村は事件後に幕府のナンバー2として、さらに強大な権力を手中に収めた執権北条義時を支え続けている。源実朝と公暁、そして源仲章が消え去ったことによって、北条義時がさらに鎌倉の御家人たちのリーダーとしての存在感を増したことだけは確かである。